はい。いやー、いい天気だわ。11月もね、半ばを通り越しましたね。もう11月20日、21だっけな、まあそんな感じ。大寒波到来してるんですが、僕にとってはですね、もうなんか、電熱ね、来たんだけど、ちょっと暑くなっちゃって、今脱いでますよ。なんかヒートテックだけです、着てんの。いや、それでもね、走ってて気持ちいいですね。日向はあったかい。このままね、冬到来と来るんでしょうか。もう冬到来してるんでしょうか。よくわかりませんが、元ブログを回していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。前回ですね、お部屋の話をしまして、全然バイクと関係ねえじゃんと思った方いらっしゃると思います。今回もですね、全然バイクと関係ないお話をしていきたいと思います。私自身、この久々にね、子犬ちゃんと一緒に暮らしまして、ちょいちょい思ったことあるんでね、それをね、動画で回していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい。まずですね、これから子犬ちゃん迎え入れようと思っている方、一言言わせてください。子犬ちゃん迎え入れる方法って多分、ペットショップもしくはブリーダーさんからの譲渡2択だと思うんです。ペットショップから購入される方はぜひ聞いておいてほしいんですけれど、僕の意見ですよ。ペットショップの販売員さんの意見って鵜呑みにしてはいけませんよ。あの方たちを僕は全否定してるわけではないのですが、本当ペットショップの店員さんごめんなさいね。僕の考えとしては、ごめん、全否定するわ。生体販売がですね、許可されている日本ではですね、ペットショップの店員さん別に違法ではないです。ペットショップ自体もね、法律違反ではないんです。悪いことはしておりません。ただし、僕の中ではペットショップの販売員さんはあくまで販売員なんですよ。あの方たちはですね、動物に愛を持っていませんよ。だって愛持ってたらあんなワンちゃん売るなんてできないでしょ。だからね、あの方たちは愛がないんですよ。愛がないから嘘でも何でもつけるんですよ。この子欲しいなと思ってる方に対して、いいことを言って売ろうとするんですよ。だからね、その手の方たちの言ってることを真に受けてはダメですよ。それを信用してワンちゃん迎え入れちゃダメですよ。別にアンチしてるわけじゃないからね。それが仕事なんだからしょうがないと思うんですけど、じゃあ動物のこと好きだと思うんだったらペットショップの店員辞めればいいじゃないですかって思いますからね、僕はね。はい。その話は置いておきましてペットショップの販売員さんの話は聞いてはいけません。鵜呑みにしてはいけません。鵜呑みにせずに、それでもその命を迎え入れようと思うんだったら、その子を迎え入れましょう。インターネットとか SNS とかでね、上がってるワンちゃんの写真とかってすごいキラキラしてますよね。情報とか見るとさ、このワンちゃんって頭いいんですとか、うちの子おとなしいんですとかね、いいことばっかり上がってますよね。で、いいことってやっぱり目につくんですよ。いいな、可愛いなと思うじゃないですか。それが全部真実ではないですからね。まずですね、子犬ちゃんね本当にね、育てるの大変ですから、手のかからない子って絶対いないと思う。最初から頭のいい子なんでね、もう稀にはいると思うけど、大体違うよ。頭がいい悪いの問題じゃなくて、何もわからない子をこれから育てて一緒に生きていくんだから、もう手にかかって当たり前なんですよ。まずね、トイレはね、覚えさせるの大変ですよ。トイレトレーニングとかって動画あるんだけど、あんなね、簡単じゃないからね。でね、子犬ちゃんってね、うんこ多いんですよ、ほんと。1日にね、4、5回するのかな。うちの子はね、5、6回してたのかな。うちの子ってね、大福ちゃんっていうね、この子、美少フリーゼの男の子なんですけど、迎え入れまして、久々に子犬ちゃんを育ててるんですけど、いや、本当に大変だなって思うから、今こういう風に話してます。でね、そう、うんち多いよ。すごい多い。お仕事行くとき、お留守番させるときはゲージの中で待っててもらうんですけど、もう帰ってきたらうんちまみれだから。あれほんとね、すごかったね。生後5ヶ月かな。もううんちまみれでね、おしっこまみれでね、またそのうんちをね、とっちらかしちゃって、ゲージの外側も散らかってる。すごい頭が良くて、もう本当にいい子なんですよっていう風によく言いますよね。あれもですね、安易に信用しちゃいけませんよ。犬種によってそれぞれね、特徴とかはあると思うんですけれど、頭のいい子ってそもそも人間が勝手に決めてることであって、別にね、頭いい悪いの問題じゃないと思うんですよ。で、やっぱりね、何でも噛む。とにかく噛む。歯がかゆいんですよね。もうとにかく噛むから。で、ちょっとね、こう、物心ついてくるとね、声が始まるんですよ。あれしたいよ、これしたいよってね、いろいろね、やっぱり言葉にして言ってくるんですよね。もうキャン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 。皆様が思ってるようにね、子犬ちゃん育てるってね、労力が結構必要なんですよね。で、
まあ言葉が通じないじゃないですか。だから人間がこうしてほしいとかああしてほしいと思うのもうまく伝わらないんですよ。悲しい動画ではありますが、保健所とかに送られてしまうワンちゃんとか、そういう捨てられたワンちゃんの動画とかありますよね。どうなりますかっていうやつね。ああいうのが世の中にいっぱい広まってきたことって本当にいいことだと思います。だってそれが現実じゃないですか。悪質なブリーダーとか悪質なペット販売云々の前に、まず飼い主である方々が悪質すぎるんですよ。その責任感のなさっていうんですかね。まあちょっとここからね、飼い主さんの話にはなるんですが、人間としての道徳的な概念っていうのかな、それがですね不足してると思いますよ、僕はね。飼い主さんになる方は多分最初はね責任を持ってるのかもしれません。ただしワンちゃん思ったのと違いましたとか、鳴き声がうるさいとかでやっぱり安易に捨てる方多いみたいですね。僕そういうのね見てて本当に思うんですよ。あなたじゃあワンちゃんにしたこと同じことされてみなさいよって。ご飯が欲しいよ、遊びたいよって飼い主さんのこと呼んだらダメ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 怒られて、挙句の果てにはうるさいって捨てられるワンちゃんの身になれますか、人間が。ちょっと大きくなって見た目が変わってきた時に思ってたのと違いますって手放されたらどう思いますか。なんか勘違いされてる方多いと思うんですけど、犬って物じゃないんですよ。心があって生きてるんですよ。命なんですよ、小さいながらもね。で、命を大切にするとかそういう言葉がわからないのかもしれませんが、全てがですね人間のエゴでしかないですよ。飼い主になる資格のない方が飼い主になるから小さな命が犠牲になってるってことをね、早く知った方がいいと思いますよ。育児放棄っていうのもワンちゃん界ではあるみたいですね。育児放棄、ワンちゃんの育児放棄ね。育児放棄という言葉でまとめるのは良くないと思います。ちゃんとね言葉変えた方がいいですよ。人間の自分勝手なエゴのために小さな命が犠牲にされてるっていう言葉に変えた方がいいですよ。ここまで来るとね、ユうスケの怒り浸透みたいな感じになっちゃうんですけど、その無責任な飼い主さんに対してね、本当にねもう憎しみが止まらないんです。動物を動物と思えないその飼い主さんたちがですね、僕大嫌いなんですよ。ですね、これからですね、子犬ちゃんを迎え入れようと思っている方、ぜひとも聞いていただきたいんですが、子犬ちゃんってですね、物じゃないんですよ、命なんですよ。で、手がかかるんですよ、本当に。で、言うこと聞くかって言ったら言うこと聞くわけないんですよ。言葉が通じないんですから、あなたの思い通りになる生き物ではありませんからね。その上で、命なんですよ、小さいながらも。可愛いだけじゃダメなんですよ。その命に責任を持つのは人間なんですよ。で、親から引き離されてる子供をあなたが親にならなきゃいけないんですよ。その命に責任を持つってどういうことかって言ったら、死ぬまでちゃんと幸せにしてあげなきゃいけないんですよ。あなたが可愛い可愛いと思う気持ちを満たすためのものじゃないんです、犬って。ちゃんとそういう風に覚悟を持った上で迎え入れるべきですよ。今ね、子犬にね、育てるのにちょっと大変な思いをされてる方、いろいろな悩みを持ってる方がいらっしゃると思います。僕はですね、どんなに手がかかっても全てが懐かしいと思えるんです。子供のうちに起きる全てのことって宝なんですよね。鳴き声うるさいね、いっぱい噛んで大変だなとか、また今日もトイレでおしっこもうんちもできなかったとかね全部大人になると失われていくんです。短いスパンで。人間はね、60年、70年、100歳まで生きる方もいるかもしれません。ワンちゃんはですね、長くても20年じゃないですか。うちのね、今、ひまわりちゃんはですね、ちょっと悲しいお話にはなってしまうのですが、最後は水も飲めなくなってしまいました。声すら出せなくなってしまいました。大好きだったおやつをあげても全然食欲がなく、食べることができず、寝たきりの状態が続いておりました。挙句の果てにですね、もう白内障で目は見えなくなっていたので、耳と鼻だけで私たちとコミュニケーションをとっていました。その時にですね、やっぱりね、おしっこができなくて叱ったことを後悔しましたね些細なことでちょっと怒ってしまったりとかね、ちゃんと育てなきゃいけないと思ってきつく言ってしまったことがあったんですが、全て後悔しました。だって何もできなくなっちゃうから。やっぱりね、そういう風になっちゃうと、全部失っちゃうと吠えることってできないんですよ。ご飯食べることも水を飲むこともできなくなると、あの頃に戻りたいなと思うんです。その小さい命がですね、大人になるとただ1秒生きるだけの、必死に生きるだけの命に変わってしまうんですよ。
で、今、言うこと聞かないとかね、また失敗しちゃったとか、こう、教育とかでね、悩んでる方いらっしゃると思うんですけど、大丈夫です。それが全部宝物ですから。やんちゃするのもいたずらするのも全部宝物ですから、生きてる証なんですよ、それって。ね、なんかもう命の勉強みたいになってんだけどさ、むやみやたらとそういう風に命を粗末にする人間どもが大嫌いなんですよ。本当になんかもうね、金八先生みたいになっちゃうよ、これじゃあね。僕3年 B 組じゃなくてですね、3年2組だったから、確かね。道路のど真ん中ではございますが、人目を気にしてたらね、何もできないんでね、はい。いいねと思ったらグッド評価よろしくお願いします。また見たいなと思ったらチャンネル登録までよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。